こんにちは、アムトリコです。今回はふんわりモヘアのニット帽の編み方をご紹介したいと思います。輪針でぐるぐると長いチューブを編んでいく構造で、編み物初心者さん、輪針初心者さんにも編みやすいパターンになっています。では、始めていきましょう。では、用意するものを紹介していきます。だるまウールモヘア 20g を4玉。スワッチを編んでも4玉で足りると思います。チクチクしにくいよう素材にこだわって作られた糸で、アンゴラヤギから取れるモヘアとメリノールが使われています。私は12番のスカーレットという色を選びました。12号60センチの輪針。輪針に慣れている方でしたら80センチでも大丈夫です。私はクローバーの匠の輪針セットの針を使用しました。マーカー8個。一つは段の始まりのマーカーにするので目立つものがいいと思います。ハサミ、メジャー、とじ針とリペアフックか細めのかぎ針。リペアフックかかぎ針は目を落とした時に使います。どちらかあれば大丈夫です。モヘア用ブラシ。モヘアを起毛させるのに使います。かなり硬いブラシです。手芸店などで見つかると思いますが、なければペットブラシやムートンブラシで代用できると思います。スワッチを編んでみました。で、一回水通ししています。で、ゲージなんですけれど、横が15目、縦が22段になりました。で、こちらのだるまさんのラベルにあるのですと、10から12号の棒針で標準ゲージは13から14目、17.5 から19段ということなので、私はやっぱりちょっと手がきつめだなという感じですね。で、縦はちょっと3目ぐらいずれちゃってるんですが、今回縦は段数じゃなくて長さで何センチになるまでひたすらメリヤス編みというパターンになってますんで、ちょっとここは目をつぶってしまおうかなと思っています。なんでちょっとこの15目22段のゲージで今回は編んでいこうと思います。で、今ですね、この編み地の右側半分がちょっと編み目がぼやけていて、左側半分の編み目が結構はっきりしているのお分かりになるかなと思うんですが、これはですね、右半分にこちらのモヘアブラシという道具を使ってブラシをかけてモヘアの毛を逆立てたんですね。結構ガシガシかけたんですけど、でそうするとですね、こうやって横から見た時に分かるんですが、こんなに毛が立つんですね、モヘアの。で、こっちかけてない方です。ほら、ぺったんこでこっち側がふわってなってるのがお分かりになるかなと思うんですが、で今回は、チューブ状に編んでいった帽子に最後ブロッキングした後にこちらのモヘアブラシを全体にかけて、このふわふわっとした帽子に仕上げていきたいと思っています。では早速編んでいきたいと思います。まずは指でかける作り目を作っていきます。使うのは12号の60センチの輪針。私はクローバーの匠の輪針セットのものを使っています。と、段の始まりに入れるマーカー。ちょっと特別なものが分かりやすくていいかなと思います。と、メジャー。そして、だるまさんの毛糸です。では、指でかける作り目を作っていきますんで、糸を毛糸玉の真ん中から引き出していきます。こ
ちらの糸、真ん中の糸を見つけるのがとっても簡単でした。で、ちょっとですね、糸が足りなくなるのが嫌なので、長めに170センチぐらい引き出してみようと思います。で、メジャーで測りながら、170センチ引き出してみてください。多分余ると思うんですけど、ちょっと糸が足りないってなるのが嫌なので、多めに引き出します。はい。そしたらですね、引き出した方の糸を手前で、毛糸玉から出てる方の糸を奥の配置にして、引き出した糸を毛糸玉のから出てる方の糸に重ねるようにして輪っかを作ります。そしてこの輪っかをまた毛糸玉の糸の方にポン重ねます。そしてこの真ん中の糸を引き出して輪を作ります。もう一度やってみます。手前の糸を引き出した方の糸を上に重ねる。そしてできた輪っかをパタンと横に倒す。そして真ん中の糸を引き出す。はい。これで輪っかができました。そしたらですね、編み針を持ちまして、この輪っかをちょっと縦に持って、この穴に編み針を通して、そして糸を引いて引き締めます。これで一目できました。で、今回はこの作り目を81目作っていきたいと思います。で、ここからなんですけど、この、必ず、糸、手前の、引き出した方の糸を手前にして、毛糸玉から伸びている糸を奥に配置しまして、親指と人差し指をパッ入れて開いて、そして、薬指と小指で糸を支えている感じ、こういう構えになります。ちょっと V 字みたいな、この構えを作ります。もう一回いきますね。この糸の間に親指と人差し指入れて開いて、この V 字の構えを作る。そしたら親指引っ掛けて、人差し指の糸を引っ掛けて、そしてこの親指のにかかっている糸と糸の間にくぐらせて、親指を抜いて引き締める。これで目ができました。もう一回いきます。親指、人差し指、親指の間の糸にくぐらせて親指を抜いて引き締める。はい、こんな感じで81目作っていきます。で、あんまりこうギューッと引き締めてしまわないように、ゆるーくふわっという感じでやってみてください。はい、この調子でとりあえず81目作ってみてください。ゆっくりでいいと思います。私もまだ早くできないんで、ゆっくり丁寧にやってみてください。はい。作り目を81目編みました。こんな状態になってるかなと思います。でですね、このように机の上などに置いて、まずはですね、目がねじれていないかどうかを確認していただきたいんですが、このループにね、こうやって輪っかになっている部分が引っかかっていて、内側にこの目が来ているっていう状態に整えてみてください。これがねじれていると輪っかにできないので、ねじれがないかどうかを確認してください。で、これは糸端なんですけど、やっぱりかなり
170センチ引き出すと余ったので、ちょっとカットしました。10センチぐらい残ってれば大丈夫だと思います。で、毛糸玉から伸びている糸がついている針が右側に来るように配置してください。で、これからこの糸を輪にしてぐるぐる編んでいきたいんですが、今ちょっとこのもう2つの目が離れた位置に離れすぎてて編めない状態になってると思います。なのでだいたい真ん中あたりからちょっとコードをですね引き出してください。こんな感じ。そして針に両方の目を移動してみてください。こんな感じですね。はい。これで編めるようになります。で、最初なんですけど、81目作った目を80目にします。で、余分に1個編んだのは、ここの、つなぎ目っていうのがやっぱり緩みやすいんですけど、今からやる編み方で少しその緩みが解消されるので、やってみました。で、つなぎ方なんですが、まず左針で右の一番最後の目、この目の後ろに針を刺しまして、そのまま左に移動します。ごめんなさい、かかっちゃった。移動します。こんな感じでしょうか。こういう風にかかってた目を後ろから針入れて左に移動しました。1目。そしたらですね、この段の始まりのマーカーを入れて、左の針にかかっている2目を一緒に編みます。この2目に一気にグイッと表編みする時みたいに針を入れて、そして糸を半時計前にかけて表編みする時の要領で一気に編みます。よいしょ。はい。これで輪がつながりました。2目一度する感じですね。はい。そしたらこれでつながったので、あとはずっと表編みをしていきます。私はアメリカ式なので、こういう構えになってます。もう本当にただ表編みするだけです。ちょっとこのままこのコードを引き出したところまでずっととりあえず表編みしていきます。はい。ループを引き出したところまで編んできました。そうするとまたですね、編めない状態になってると思うんで、次は、今引き出してたのが左側、こっちなんですけど、次は右のこっちからループを引き出して、また同じように目と目を近づけていきたいと思います。で、マーカーのあるところをこう引いちゃうと、また編み終えた時にマーカーがポロって落ちちゃうので、マーカーがあるところからちょっとずれたところ、マーカーの位置はちょっと外して、適当にまた真ん中ぐらいでこう引っ張ってください。そんな厳密に半分とかじゃなくて全然大丈夫なので。で、引き出したら、こっちの、また針の方に目を移して、そして引き続き編んでいきます。ねじれだけちょっと気をつけてください。私も何回かこうねじっちゃって、輪っかになってないっていう失敗をしたことがありますんで、ねじれは皆さん気をつけてください。はい。また来ましたね。引っ張ったとこまで。そしたらまた反対側をどっか適当でいいです。本当に半分ぐらいのとこをまたコードをちょっとだけ引き出して編める体勢に持ってくる。
で目を、こちらの目を針に移して編める距離まで持ってくる。もうこれの繰り返しになります。とりあえず一周してみましょうか。もうちょっとなんで。はい。よいしょ。マーカー移して。一周しましたね、これで。で、今回はこれを延々、ですね、この編み地の部分が50センチになるまで続けていきたいんですね。もうひたすらメリアスで、ひたすら表編みで、もう何にもしないです。ただ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 表編みずーっとやるだけです。それで段も何段とかっていうことじゃなくて、長さで50センチになるまでやりたいっていう感じなので、置いてこうメジャーで測りつつ、長さが50センチになるまでひたすら表編みをしていってください。ちょっとね、コードを途中で半分のところで引っ張ってっていう動作は入るんですけど、もう編みは本当にひたすらメリアスなので、すごい楽だし、ゾーンに入れるというか、ひたすら何も考えずに編める瞑想タイムになると思います。楽しいと思います。心がね、落ち着いてくるというか、スーパーメリアスタイム。もう50センチなんでだいぶ編みますね、本当に。なのでちょっとねじれだけ気をつけつつ、ねじっちゃわないように気をつけつつ、メリアス砂漠を楽しんでください。どんどん編んでいきましょう。はい、ぐるぐると上編みを繰り返してきて、今1玉目の糸があと10センチぐらいで、これぐらい育ってきました。ちょっとこう伸ばし気味でループのところから下まで測ってみたんですけど、だいたい17、8センチ育ってきたかなという感じです。で、ここでもう1玉目の糸があと10センチになってしまったので、新しい糸をつないでいきたいと思います。でですね、またちょっとどっか適当なところのループを引っ張ってもらって、まず編める体勢にします。はい。そうしましたら、新しい糸を引っ張ってきまして、引き出してきまして、で、普通に表編みするように針を入れて、で、元の残っている10センチの糸をかけます。で、そこに同じように、新しい糸を後ろに糸端が来るようにこうやって乗っけちゃいます。新しい糸をこの間に引っ掛けて、今後ろに糸の端っこが来てます。なので、そうですね。新しい糸の端っこが後ろに来てます。それでこのまま一緒に編んじゃいます。はい。なのでちょっとこの太い目ができましたね、1個。で、この感じで2目目もう一緒です。一緒に編んでます。残ってる糸と一緒に編んでます。3目目。こんな感じで編んでいきます。で、これ、もうだから、これで編んでいくと、糸始末がいらない状態になるんですね。もう編み込んでるので。しっかり、編みくるんでいってるので、抜けることがないと思います。新しい糸も、
しっかりホールドされてるし、昔の糸ももうくるまれちゃってるので、後で糸始末が不要っていう感じですね。ただご覧の通りちょっと目がいきなり太くなりますよね。この横のと比べてかなり太い目になるので、これを後で編むときに一目ずつにばらけて編むとちょっと間違いのもとなので、最初の目のところに糸を変えた1個目の糸のところにこうやってクリップ式のマーカーなどをつけまして、分かるようにしとくといいかもしれないです。そうすると後でこっから糸変えたっていうので、こっから私の場合斜めは2つで編んだ2本取りで編んじゃったところなので、それを間違えないように2個すくって編む。そうすればスムーズに糸変えができるかなと思います。で、ちなみにこの新しく足した方の糸はこのように糸端が残ってますんで、これ10センチぐらい残しておいてほしいんですが、これは後で糸始末していきます。で、もうあとは普通にこうやって編んでいくだけです。で、これってすごく目がここだけ太くなってしまうので、繊細な作品というか、例えばセーターの真ん中のところとか目立つところでやると糸の太さが気になっちゃうってことがあると思うんですが、今回は帽子で、かつ後でもヘアブラシで最後ふかふかに仕上げてしまうので、もうほとんどその編み目っていうのは多少違ってても気にならなくなってしまうと思うので、ちょっとこの方式で処理してみました。後で糸始末がいらないっていう感じですね。元の糸の糸始末は後でする必要がないっていう。あとちょっとこう一緒に編むことによって新しい糸も抜けにくくなってるかなと思います。はい。ちょっとですね、こうやって編んでいて、例えば目を落としちゃうっていうことがあると思うんですね。なんかこう外れちゃって、っていう間にこう、どっかに目がいっちゃったっていうことがあると思うんですけど、そんな時はですね、私はこのかぎ針かリペアフックを使っています。で、かぎ針の場合なんですけれど、この落としてしまった目ですね、丸い目にまず針を入れて、奥の糸を引っ掛けてこの目から引き出します。でもう一回2段落としてるので、次の糸にまた引っ掛けて目から出す。そして針に戻す。これで治りました。はい。で、リペアフックの場合も同じなんですけど、リペアフックはちょっと今わざと落としますが、このとんがってる方でこう糸を直したい時とかにわざとこう引っ張ってあげて糸を外すこともできるっていう。で、こっちのかぎ針の方にまず目に穴にこの先端を通して、で奥の糸にかぎ針みたいになってるのをギュッと引っ掛けて出す。で引っ掛けて出す。そして針に戻してあげる。はい、これで落とした目が治ります。輪編みでぐる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 編んできて、今3玉目の毛糸が終わったところです。チューブすごく長くなりました。一応もう4玉目の毛糸はつないだんですけれど、今ですね、ちょっと測ります。この最初の編み始めのところはくるっとなっちゃってるので、ここ伸ばしてですね、ピーッと測っていきたいんですが、
ちの方はコードのところに、コードのところで測るといいと思うんですけど、すいません、ちょっと測りづらいけど、よいしょ。今ね、だいたいもう50センチまで来ましたので、もうだいたいでいいんですけども、50センチぐらいになったら一応ぐるぐるワーミのターンは終了ということで、ここまでにしたいと思います。で、ここから減らし目のターンに入っていきたいと思います。ではちょっとまた真ん中ぐらいでコードをちょっと抜いて、今ですね、このコードに80目かかっている状態です。で、10目ごとに、マーカーをつけていきたいと思うんですが、そうです。ここで用意していただきたいのが、マーカー7個と、あと閉じ針とハサミですね。はい。で、まずちょっとマーカーをつけていきますんで、もう一周普通に表編み編みながら、マーカーを7個、10目に1つずつ設置していきたいと思います。では、できます。まず、段の始まりのマーカー、普通にスリップします。それで、10目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10編んだらマーカーを入れます。はい、で、また10目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。そうしましたら、またマーカーを入れます。この調子で繰り返して、新しいマーカーを7個入れていきたいんですね。はい。本当に10編んだら1個、10編んだら1個っていう感じで入れていってみてください。10。よし。段の始まりのマーカー来ました。はい。これでですね、全部で、段の始まりのマーカーも入れて8個のマーカーがついたことになりますね。1、2、3、4、5、6、7、8。8個つきました。10目に1個ずつで8個ついてます。はい。ではここから減らし目段に入っていきます。段の始まりのマーカーを右針に移したら、マーカー直後の2目に一気に針を入れて表編みをします。左上2目1度です。これで2目が1目になりました。次のマーカーまでの残りの8目は普通に表編みします。これでマーカーとマーカーの間の目が9目になりました。そうしたらまた次のマーカーを右針に移します。マーカー直後の2目に一気に針を入れて左上2目1度、残りの8目を普通に表編み、これを繰り返して一瞬編んでいきます。はい。減らし目をしながら一周編んできました。次、減らし目の2段目はずっとぐるっと普通の表編みをしていきます。減らし目せず、ただの表編みです。
通の表編みで段の始まりのマーカーまで1周ぐるっと編んでいってください。はい。で、次3段目。ここも減らし目段です。なので、またマーカーをこれ移動したら、マーカー直後の2目を左上2目1度。次のマーカーまでの残りの目は普通に表編み。これを繰り返していきます。はい。3段目編み終わりました。たら、また段の始まりのマーカーを、移動しまして、次はもうまたただの表編みを1段、減らし目パートの4段目、ただの表編みを1段入れてください。1周普通の表編みで回ってきてください。はい。今4段目の表編みが終わりました。では、ここから、5段目から、11段目までは、もうずっと、各段ごとに、マーカーの後2目1度っていうのをずっと毎回繰り返していきます。毎週減らし目があるっていうことになります。今、64目まで減らしていったんだけど、ここから、もう8目になるまでどんどん減らしていきます。はい、では、5段目ですね。はい、マーカーを段の始まりのマーカー移動したら、もうその次の2目を一度に編みます。はい、で、あとはまたマーカーまで表編み。はい、これを1周繰り返していきます。はい、5段目を編み終えました。今コードにかかっている、目は56目になっています。はい、そしたらですね、6段目も同じ要領でマーカーの後の2目を左上2目1度して減らしていきます。もう一緒です。やり方はマーカーをこれ段の始まりのマーカー移動したら、次の2つの目を一緒に表編み、そして次のマーカーまでの目は1目ずつ普通に表編み、マーカーを移動させます。そしたらまたマーカーの次の目を2目1度、残りの目を表編み、はい、これを繰り返していきます。このコードを引っ張る位置なんですけれど、コードをこう引き出していかないともう窮屈ダメなくなっているので、ところどころコードを引っ張る必要があるんですが、マーカーの次は2目一緒に編みますので、例えばこのマーカーの次の1目でここで引っ張ってしまうと2目一度するのがとても難しく、また移動させなきゃいけなくなってしまうんで、ここ2目はもう必ず一緒にしてるところをこうコード引っ張るといいと思います。私は今3目残してここで引っ張ってます。はい、はい、今6段目が編み終わって、また段の始まりのマーカーにまで来ました。はい、で7段目も同じように2目1度、そして目を減らしていきます。今7段目の途中で、もうちょっとで7段目の終わりなんですけど、結構もうきつくなってきたので、編む時にもう、右手の方の針は全部抜いちゃって、でこっち側の左側にもループをこう引っ張ってある状態にして、両方にループがコードがあるような状態にして、それで編んでいきましょう。もう届かなくなっちゃうので、
伸ばす必要がありません。だからここは、このコードを引っ張った時、ですね、そうだ、これポイントがあって、コードを引き出した時は、糸がもう、必ずコードの後ろに来るようにしといてください。前に来ると、目が増えちゃったりするので。で、普通に表編みなんですけど、結構ギュッと引っ張っていいと思います。で、で、普通に編んでいけば大丈夫なんですけど、よいしょ。一度、はい。ちょっとコードの引っ張ったりの調節がどんどん必要になってきますね。はい。今、7段目の終わりまで来ました。今、針、コードにかかっている目は全部で40目になります。はい。で、8段目。これも同じように2目1度で減らしていきます。じゃあマーカーの次の2目を一気に一緒に編む。そして残りの目は、残りのマーカーまでの目は表編み。はい。マーカー移動して、マーカーの次の2目を一気に表編み。ごめんなさい、ちょっと引っかかっちゃった。ちょっと一回戻って。よいしょ。残りの目を表編み。だいぶきつくなってきてますね。こっち今こう編んでてひっくり返しまして、こっちのコードもこっちにも左側にもコードがある状態で、糸がつながってる方の針、右手に持つ針を抜きます。こっちもちゃんとキープして、引っ張りすぎてくっついちゃわないようにキープしといて、そしてこのコードにある方の目を全部針の方に移動しますね。編みやすいのでこんな感じ移動します。針にこっちはピンと引っ張っておく、こういう感じになります。ここのコードが伸びてて、コードにあった目を全部針に移動、左手に持つ針に移動で、右手の針は抜いてしまう。そして編むときは必ず毛糸はコードの上、こういう感じで上に来ているように、上というかすみません、後ろ側に行ってるように、前にこうやってきた状態で編むと欠け目ができて目が増えてしまうので、後ろ側に回してください。はい、8段目が終わって、今針にかかっている目は32目になりました。で、次9段目も同じように2目1度で減らしていきます。結構減ってきましたね。ではまたこれマジックループっていう方法なんですけど、これを使いながら頑張って減らしていきます。はい、今、9段目が終わって、ここにかかっている目は24目になってます。じゃあまた2目1度続けていきます。16目まで減らします。針にかかっている目は全部で16目になりました。なのでマーカーとマーカーの間はもう2目ずつしか残ってないですね。で、これを今からさらに2目1度して8目まで減らしていこうと思います。で、もうこれがこれで最後というか最後の減らし目になるので、もうマーカーも外しながら進めていこうと思います。じゃあここら辺で2目1度しやすいところでコードを引っ
で左手に持つ方の針に、コードの目を全部移動して、そして糸がついている方の右手に持つ針、これを引っ張ります。はい、で編める体勢にして、じゃあ2目一度を全部していきます。ごめんなさい、これちなみにここ段の始まりのマーカーが入っているとこです。段の始まりです。11段目の始まりです。もうこのマーカー、取っちゃいますね。はい、じゃあ2目一度していきます。引っ張って1目になりました。次ももうこのマーカー、次のマーカー外しちゃって OK です。それで2目一度します。はい、外します。2目一度します。マーカーとマーカーの間の2目、一気に編みます。マーカー外します。2目一度。もう4目になった。はい、11段減らし目をしていって8目まで減りました。もう針にかかってるのは8目です。そしたらですね、この糸を30センチぐらい取っとこうかな。で30センチぐらいで切ります。はい、でとじ針出してもらって、とじ針に糸を通します。はい、通しました。そしたらこの針の目をとじ針に移していきます。落とさないように気をつけて。今一気にいっちゃったけど、大丈夫かな。落とさないようにいけたかな。落としてないね。ありますね。そしたらこのように針に移ったら引っ張ってキュッとします。この糸は結構もう針も外れましたね。引っ張っても切れにくい糸だと思うんで、そんなにギュウギュウやると危ないかもしれないけど、結構引っ張っちゃっても大丈夫だと思います。ギュッとします。閉じました。これでクラウンを閉じたら、クラウンのてっぺんの中心の穴から内側にとじ針を通して編み地の裏側で糸始末をしていきます。目立たないように目を拾って糸を通していってください。10センチほど通していくとほどけにくくなると思います。余った糸はカットしてください。よし、とりあえず片側ができました。よいしょ。こんな感じで、こう帽子っぽくこうつぼませることはできたかなと思います。結構なだらかにラインは出たかなと思います。はい、今片方のクラウンを編んでちゃんと閉じてでしたところで、次はもう片方のクラウンを作っていきます。で、最初これ作り目したところの端っこなんですけど、この作り目から、拾い目をして80目ぐるーっと拾って、でこっちのクラウンと全く同じように減らし目をしながら、すぼめていって閉じるっていう
手順になります。はい。ではまず広い目をしていきます。使うのは先ほどと一緒ですね。12号の、60センチのあばり使っていきます。はい。ではですね、まず広い目の方法なんですが、この最初の作り目した時の最初の糸があるところ、ここをスタートとしてやると分かりやすいと思うんですが、ちょっとズームして、このですね、糸があるところの横に穴があると思います。目の穴が見える。ここに入れて1目で、次この隣にもこう穴ありますよね。ここに入れて1目っていう風に、この穴に針を入れて1目ずつ拾っていきたいと思います。はい、で、糸を用意して、糸の端っこの方を、長い方を奥、端っこの方を手前にして、で、私は人差し指にこうやってかけて、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこっちの端っこを左手でちょっと支える感じ、持つ感じにして、それで針をまず最初の目にこう通したら、ちょっと人差し指使ってキュッ、こんな感じで1目で、端っこなんですけど、やっぱり10センチぐらいは残しといてください。で、引き続き2、こんな感じでどんどん拾っていきます。3、この穴に通して糸を、針を上からキュッて、上から糸にかけて拾って4で、また穴に入れて上から針かけて、よいしょ、こんな感じでぐるっと80目拾ってみてください。はい、80目拾い目をしてきて真ん中まで戻ってきました。そしたらですね、ここに段の始まりのマーカーを入れておいてください。はい、で、ここからなんですが、先ほどのこっち側のクラウンを編んだ時と全く同じ方法で減らし目をしながらクラウンを作っていって、閉じるっていう工程になります。本当に全く一緒です。なのでここからまず1段、表編みをしながら準備段として、マーカーを、初めのマーカーをまず1、その後10目編んで1つマーカーを入れる、10目編んで1つ入れるっていうので、全部で、段の始まりのマーカーを入れて8個のマーカーが来るように、10目ごとにマーカーを1個ずつ入れていくっていう、まず準備段をした後に、減らし目をしながら、編んでいく減らし目段というか、減らし目をする段が11段。なんで準備段を入れると12段、ここから編んで最後閉じていくという形になります。なのでもう本当にあともうちょっとです。編むのはあと12段だけってことになりますね。はい。で、今ここにある糸なんですが、これ結局最後閉じてしまうので、糸始末をこの段階で、今の段階で裏側でしといてもいいのかなと思いますね。これって最後クラウンこう閉じてしまうので、この糸始末ができないんですよね。閉じてもなんていうのかな、内側にはもう手が入らなくなっちゃうので、なんで、私はどうしようかな。2本あるけど、もうこれもしかしてまとめて
編み込んじゃおうかな。楽そうだからそれが。準備段の時に一緒にこうやってズボラですけど、だいぶなんかこう一緒にぐるってこうやって編んでいっちゃおうかな。ちょっとそれでやってみるかもしれないです。今もっと丁寧に一本ずつこう拾って、この内側をくぐらしていってもいいかなと思いますね。でもいずれにせよちょっとここで糸始末をこの2本に関してはしといてください。はい、ではそんな感じでこっちのクラウンと同じような工程で反対側のクラウンも編んでいってください。無事両端のクラウンを閉じて編み上がりました。こんな感じの長いチューブになりました。クラウン両方を閉じたチューブの全長なんですが、だいたい53センチくらいですね。チューブをぐるぐるクラウン編むまでのチューブ50センチぐらい編んで、クラウンをその後編んでるんですけれど、クラウンのところをこうギュッと絞るので、結果最後53センチぐらいの仕上がりになってます。ではこの後ブロッキングしてモヘアブラシをかけるところに進んでいきたいと思います。ではブロッキングしてみます。それではブロッキングをしていきます。洗面台にぬるま湯を張ったら、おしゃれ着用の洗剤を入れます。私はエコストアのデリケート&ウールウォッシュを使いました。ユーカリのいい香りがする洗剤です。そうしたらそこに編んだものを入れて優しく手洗いして10分ほどそのままつけ置きしておきます。10分後、毛糸からかなり色が出ましたね。水を入れ替えて、水に色がつかなくなるまで3回ほどすすぎ洗いをしたら、広げたタオルの上に置いてタオルを巻き、手で押しながら水気を取っていきます。絞れたらマットの上などで形を整えて平干ししてください。はい、ブロッキングが終わりました。ではこれから最後の工程、モヘアブラシをかける工程に入りたいと思います。縦にして下から上に向かってどんどんやっていこうかなと思います。使うのはモヘアブラシです。私はインターネットで購入したんですけれど、結構もう硬いブラシがついてます。かなり硬いです。はい、でこれを本当にこう下から上に毛を立てるようにガシガシブラシをかけていきます。かけていくと毛が立ってくるんですね。ちょっと映せるかな。こんな感じで
こほわほわってもうしてると思うんですけど、こっちがまだで、ここほわほわかけた方です。結構毛がほわほわ立ってくるので、こうふわふわになるように、ちょっと下の方もう一回、下から上に全体にかけていきます。ではちょっとやっていきます。ひっくり返してもう半分もかけていきます。もうヘアブラシをかけ終わって完成しました。こんな感じでいい感じで起毛しています。やっぱりおヘアブラシをかける前よりもさらにふわふわの温かい編み地になりました。で、モヘアブラシは結構しっかりめにかけても目がほどけてしまうようなことはないと思いますので、自分の好きな感じのふわふわさ加減になるまで結構しっかりかけてしまって大丈夫だと思います。はい。でですね、ちょっと今の段階でサイズを測ってみたいと思います。完成品のサイズですね。よいしょ。まず縦が53センチ。そしてこのチューブの幅が26センチになりました。縦の長さが53センチ、この幅が26センチ。こういうサイズになりました。で、このサイズで女性は多分問題なくブリムも折ったりしても被れると思いますし、男性もブリムを結構厚めに被るとちょっとタイトすぎるかもしれないんですが、全くブリムを作らないか軽く、3センチとか5センチぐらいのブリムだったら男性もこのままのサイズでいけると思います。はい。あとですね、子供なんですけど、5歳の子供に被せてみたんですけれど、このままのサイズでも結構大きいビッグシルエットにはなるんですけれど、すごく可愛く被れました。なので、子供さんにももしかしたらこのままのサイズでちょっと個性的な大きめの可愛い帽子っていう感じで被っていただくのもなんかおしゃれで可愛いかなと思います。はい。で、ですね、そうしましたら被る時なんですけど、このクラウンの片一方を内側に、チューブの内側にまず入れ込んでいきます。で、私は今これ最初に編んだ方のクラウンを外にしてるんですけれど、これはなんか糸始末とかの出来とか、どっちのクラウンの方が上手に編めたかなっていうので、表に出したい方を外にするっていうので、別に1個目のクラウンが外でも2個目のクラウンが外でもどちらでもいいと思います。はい。もうこの入れ込んだだけでもすごく可愛いんですけど、このままで被っても本当に可愛いです。男性もこのままだと結構ゆったりめに被れます。はい。で、入れ込んだ状態がこれ。それでブリームをちょっと厚めに折る。これぐらいに折ってもうすごく可愛いです。何センチぐらいかな。10センチぐらいですね。ブリーム10センチぐらいとっても可愛いです。で、この状態だと多分完全に自立します。すごくボリュームもあってふわふわで、でも本当に軽い帽子になってます。可愛いですね。で、このブリムをもうほんと好きなように、このね5センチぐらいもとっても可愛いですし、もうお好きなようにやってみてください。ちょっと浅めに被るんで、あえてもうたっぷりブリムを取って浅く被ってみたりしても可愛いかなって思います。はい。とっても簡単にスタイルを変えられるので、いろんな楽しみ方ができると思います。こんな感じに仕上がりました。とってもね、
本当にふわふわなんです。もうこれのいいところって内側も本当にあったかいんですよ。起毛してるので。なので本当に寒い日にもとっても頭を温めてくれると思います。すごく暖かい帽子になりました。いかがでしたでしょうか？この動画を見て一緒に楽しく編んでいただけたら嬉しいです。ぜひお好きな糸で編んでみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録といいねで応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。